皆さんこんにちは。印の少林業の児玉です。本日は、車の中からお届けしておりますけれども、今日はこちらの方と一緒に行動をしております。自己紹介お願いします。昨年入社しましたプレカット事業部営業課の大部と申します。お願いします。はい。営業職、うちにはですね、いろんなその商品があって、商品ごとに営業マンがいるんですけれども、大きく分けて4つかな。一番メインのところが、木材の営業マン、住宅に使う木材、製材、集成材の販売をやっている営業本部があります。で、2つ目がその木材を加工するプレカットと呼ばれる分野の営業をしている、大部君がそれに当たるんですけれども、そちらの営業マンで、3つ目が建材、住宅に使うあらゆるもの、木材だけじゃなくて断熱材とか窓とかキッチンとかドアとか、そういう全ての商品を取り扱う小売営業っていうのがあるんですけれども、そちらの営業マン、そして最後が印の少林業住宅株式会社という子会社がありまして、そちらで住宅の販売の営業マンがいます。営業部隊は大きく4つに分かれているんですが、本日はその中でもプレカットの営業の大部君の仕事内容を見ていきたいと思っております。お願いします。はい。プレカットってそもそも何ですか？プレカットっていうのは、簡単に言うとプラモデルのパーツを作るみたいなことですね。お客さんから図面をいただいて、お客さんからいただく図面には、柱の場所が入っていたり入ってなかったりなんですけど、そこから梁の組み方を考えて、柱をどこに立てるかを考えて、で現場ですぐ組み立てられるように凹凸をつけてプラモデルのパーツみたいにして、図面はプラモデルの説明書みたいな感じで、その2つを作ってるっていうのがプレカットのやってることっていうと分かりやすいかなと思います。プレカットの売り先、お客さんっていうのはどういった方がお客さんになるんですか？基本は工務店さんがメインになってます。で、工務店さんしかりハウスメーカーさん、ビルダーさんとかに対してプレカットさせてくださいって言いに行ってます。はい。プレカットの営業の仕事って、どんなことをするんですか？プレカットの営業の仕事は、メインとなるのはやっぱりお客さんのところに訪問して、印の少林業でプレカットさせてください、この家うちでプレカットさせてくださいっていうことを言いに行くことがメインです。で、そのために、例えば自社製品のアピールをするだとか、プレカットのうちのプレカットを使うメリットだとかっていうアピールポイントをお客さんに説明して、でその上でお客さんが、印の少林業プレカット事業部に発注をかけてくれるっていうところです。印の少林業プレカットの売りって何ですか？まず大きいのは自社で製材集成材やってるから、例えばウッドショックの時に供給できませんでしたってことがうちはなかったですっていう、既存の顧客さんには全部出し切ることには出し切りましたっていう、安定性があるっていう面。プレカットだけやってるわけじゃなくて、メインとして木材の製造っていうのをうちやってるので、それを生かした、営業スタイルがプレカットの、印の少林やプレカットの売りだと。はい。はい、ということで岡山県から2時間かけて大阪にやってきました。はい。アポイントを取ったお客さんのところに向かってます。工務店さん？工務店さんですね。今日はどんな打ち合わせに行く予定なんですか？今日打ち合わせ
する方の2棟目の物件になるんですけど、1棟目の時は歯柄材を納品できませんって一旦断ってあっちで手配してもらってたんですけど、こっちで手配できるようになったので、ちょっとそれの報告と、2棟目よろしくお願いしますっていうことと、あと道路通れますかねっていうところをちょっと打ち合わせしに行こうかなと思います。はい。では既存のお客さんで次の物件のはい、打ち合わせに行っていきたいと思います。はい、行ってきます。じゃあ打ち合わせ行ってらっしゃい。はい。帰ってきました。おかえりなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。で、先ほどお客さんのところに打ち合わせが終わったということで、はい、次の現場の配送について、どう持っていくかみたいなことを詳しく話してたみたいですけれども、で今から実際にその納入する場所に、そうですね、はいちょっと無理やりレッカー入れてもらうようにはお願いしたのと、あとはトラックが入れるかどうかが問題なんで、現場見に行って道の幅を測って実際通れるかどうかっていうところを調べて配車担当に伝えてっていうことをしようかなと思います。今回はかなり搬出経路が難しい現場ということで、ちょっとどんなところか実際に見に行きましょう。行きましょう。道幅に注意して走行してください。左方向です。目的地周辺です。左行きましょうか。了解です。それ一丁目入ってこうか。これ抜けられる？本当？いや、合ってます。ここなんの？合ってます。どうしようか。トラックが入ってくるなら、あっちからぐーっと入ってきて、ここに止めることになります。で、ここからで問題になるのが、車が止めてあるところと壁の間をトラックが通れるかどうか、と、仮にトラックが通ったとしてレッカーで上げてもらわなきゃいけないんですけど、レッカーが入るかどうか、入ったとしてこの電線に引っかからないように荷物を吊り上げることができるかどうか、っていうことが問題になります。よし、あとは配車担当の方にどれぐらい通れるのか通れないかを判断してもらわないといけないです。2600しかないです。なんだっけ、敷地の手前に写真に写っとった車ってことの話じゃなくて？そうです。敷地の手前に写っとった車です。車は、未だに撤去されてない状態？未だに撤去されてないです。あのまんまです。写真のまんまです。トラックはどうなんですか？ 2600。トラックは3トンショートだったらって感じですか？ギリギリ。いやー、車がなかったらいいな。そうなんですよ。ネックはそこなんですよ。ちょっとまだ写真送ってくれますか？ちょっと。了解です。大きく変わんないです。Google マップと。あ、そうですか。もう一回 Google マップ見るわ。
一応送っときます。ほんなら。大阪空港はい長崎さあ困った。さあ困った。どうしようかな。吹田想像より、想像通りというよりか案の定難しそうな現場でしたね。結構狭かったですね。特に車があるんで、車があってそのせいで通れなさそうなので、あれをどけてもらうのがベスト5キロ以上道なりですですけど、それがうまくいくかどうかはまたちょっと工務店さんと話をしなきゃいけないかなってところですね。で、今日は、現在の時刻2時半ですけれども、この後はどちらの方に向かってるんでしょうか？今からちょっと新規の工務店さん、神戸の工務店さんに行こうかと思います。新規の場合はどういう打ち合わせの内容になるんですか？今回はポイントを取ってるので、プレカットをさせてくださいっていうお話をしに行きます。まずは図面をいただいてお見積もりをするところから始まりますので、まずは今からは図面をください、見積もりさせてくださいっていう言い方をしに行きます。はい、わかりました。 1キロ先松で原は方新規面ですの営業行ってみましょう。行きましょう。お疲れ様でおす。疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。最後のお客さんの打ち合わせが終わりまして、はいなんやかんやありましてなんやかんやありまして、で、再び車に戻ってきて、今事務所に戻ってる途中ですね。はいで、これから事務所に戻って、軽く事務作業があるのかな。そうですね。さっきでもメール見た感じあんまり来てなかったんで、今日はそんなにやらずに帰れるかなって感じですね。じゃあ報告書を書いてはいですね。ですね。はいじゃあ事務所の方までドライブはい引き続き頑張りましょう。大野くんはなぜ営業マンになりたいと？なぜなぜですか？もともと大学生の時に洋服屋さんの店員さんだったりとか、飲食店居酒屋さんの店員だったりとかと人と話すのがすごい好きで、それでもやっぱその店員さんとか、オーナーさん店長さんとかっていう人を相手にするとやっぱかなり年が上だったり、10個以上離れてることはザラで、そういう人たちと喋るのがすごく好きだったんです。でそうですね。で営業マンになったらそのね年が離れた人らの話もいっぱい聞けるし、自分の学びになることも多いかなと思うんで、営業やりたいなっていうところがまず一つでした。学生の時に面接を受けてくれた時にはもうすでに営業職がやりたいですみたいな希望を聞いてまして、僕の場合は希望通りの営業職ということでやっております。プレカットの営業の楽しいところプレカット営業の楽しいところか。プレカット営業の楽しいところは家を作り上げるっていうことに身近に携われる。例えば製材の営業とか集成材の営業とかは木材を売ってますけど、僕らはその先のことをやってるので、実際に家が僕らの手で建ってるっていう実感を持つことができるので、家を建てる人の人生で1回あるかないかの買い物に携われるっていうのはすごくやりがいです。なるほど。じゃあ道を走ってて、
この物件やったなとかっていうのはあるんですか？僕のお客さんは大阪の方なんでちょっと今んとこその実感はないかな道を走っててはあんまりないかもしれない。これから大部くんがなんか街を作っていくみたいな感じだと楽しみですねそうですね。俺が大阪の街を作るはい、大部さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後事務所戻ってきて、パソコン叩いてますけれども、これは何のお仕事やってるんですか？今は、今日あったことを日報に書いて、でこれ終わったら退社します。はい、じゃあ最後の報告書頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。